わってないような感じがしますね。日用品、食料品。So can I get coconut coffee? Yeah. EN5 っていう自転車があるんですけど、これベトナムの電話番号を入れないと登録できないんで使えないですね。はい、続いて、さっきのコンカフェで、ちょっと涼んだので、次は日本人街に行きたいと思います。これで合ってると思うんですけど、そうです、レタントン通り、いきなりすき家がありますね。わかりやすいです。牛角とか同じ系列の温野菜もありますね。はい、もうこの辺が中心かと思います。でもなんかあんまりお昼は賑わってないような感じがしますね。多分今日は月曜日なので、まだ日本人、駐在の日本人とかまだ仕事中なんだと思いますね。ここはちょっと開けたところに来ましたね。あれは誰でしょうか。ホーチミンかな。ホーチミンですね。中ティックホーチミン、1890年生まれなんですね。79歳で亡くなったか。そこにメトロの入り口がありますね。まだ開いてないですけど、日本の国旗も一緒にありますね。さっきの道の続きで大通りみたいになってるんですけど、ここにグローリアジーンズコーヒーがありますね。これはどこの国のやつですかね。これドバイにもありましたね。懐かしいです。で、そこにベトナムに来て初めて見ましたマクドナルドがありますね。ちょっとちっちゃいですけど。そしてこれ小野田さんの動画にも出てましたけど、カフェばっかり入っている古いビルですね。この大通り沿いにありました。これはちょっと周りの建物と比べて大きくはないんですけど、ちょっと独特な外観をしているので面白そうですね。カンガルーとか上の方までカフェがあります。寿司もあります。ASEAN の国々の旗がはためいてます。 ASEAN のマークの隣がベトナムになってるんで、私たちが中心だぞっていう感じがしますね。
こいいですね。今のフラッグのところが一番まあ端なので、サイゴン川の端なので、戻りたいと思います。ちょっとだんだん自分の声に元気がなくなってきたのが分かってるんですけど、さすがにちょっと疲れましたね。睡眠を多分とってないんで、ちゃんととってないんで、睡眠大事だなって思います。しかしここは風が強くてすごく涼しいですね。ちょっと面白そうな、何でしょうか、これ屋台街みたいなのがあります。コンタクトダムとなんとか通りのとこです。結構バイクもガンガン入ってきますけど、ちょっと面白いですね。なんか狭い感じですね。通ったちょっと入り口らへんはちょっと市場 なんていうかな、屋台飯みたいなのがあったんですけど、内部に来るとなんか食料品とかですね、日用品、食料品、小さい雑貨の集合体みたいな感じですね。こういう海鮮のお店も出てきました。こういう海鮮のお店も出てきました。結構利用してるのは地元民ばっかって感じですね。あんまり外国人いない感じです。これは多分幼稚園か小学校の送り迎えですね。だってバイクでおじさんたちが自分の子供の帰りを待ってるんですよ。今 Google マップで確認すると、さっき歩いていた大通りはこの緑の線が入ってるとこなんですけど、そこからまあ結構近いです。歩いて細い路地みたいですけど、トンカットダムとかっていう道ですね。この道だけやたらと市場みたいになってます。ハロっていうゲームショップがあったので、ちょっと見てみたいと思います。just looking. すごいですね。このここに立ってる木は結構背が高いですね。これはあえて伐採してないんだと思います。結構迫力のある木ですね。またもや激混み屋台を発見しました。文房ですね。行列できてます。っていうか学生じゃないか。学生っぽいな。高校生みたいな学生がいっぱい食べてますね。多分安いんだと思います。円単市場の周りですけど、この通りカバンばっかですね。カバン通りですね。確かにもしなんかいいのがあれば、ここにカフェアマゾンありますね。これタイのやつですよね。はい、というわけでいきなり夜なんですけども、そこのおばちゃんが焼いている焼肉ご飯みたいなのを頼みました。コムタンみたいなこのコムタンみたいなやつ来ましたね。5万ドンです。すごい炭火焼肉の匂いがします。これはまあ日本人でも食べれると思います。
美味しいですね。フォーとかより全然こっちの方が好きですね。焼肉ですね。これ豚かな牛かな。豚っぽい豚ですかね。炭火焼きでその場でやってるのが美味しいです。はい、食べ終わりました。とても美味しかったです。で、隣にインドネシアの友人ができました。ありがとう。ありがとう。シーフードfrom Indonesia to Vietnam. From Indonesia to Vietnam, right? ビジネスやってるらしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。